どうも KT です。老舗や名店を食べ尽くしていく KT イーツが、今回は立ち食いそばの名店を5店紹介します。江戸時代屋台から始まった日本のファストフード、伝統的なそば店では味わえない不動の人気を誇る魅惑の名店ばかりなので、ぜひ最後までご覧ください。まずはじめは東京の下町情緒が残る日暮里という町にある名店です。東京の立ち食いそば店といえば外せないこちらのお店、ご覧の通りすごい行列です。混雑する時間帯を外してきたつもりですが、35度の炎天下にもかかわらずこの行列、想像を上回るこの人気ぶりには正直驚きました。ゲソと会話する男、ミスター立ち食いそばなど様々な異名を持つ立ち食いそば界のレジェンド小森屋さんが2008年に開業された名店。当初はゲソ店だけだったそうですが、お客さんの要望に応えていくうちにいつしか天ぷらの種類は30種類に。順番が来てカウンターで注文すると、そばは驚異の速さで出来上がります。基本立ち食いですが、一部座れる席もあります。行列でも回転は早いので、並ぶ時間はあまりかかりません。どちらもジャンボゲソ天を乗せていただきたいんです。東京のそばらしく真っ黒なつゆは、鰹節、ソーダ節、サバ節で取った濃厚なだしと濃い口醤油。美味しい、濃厚。意外にもそこまで塩味は強くなく、深い味わい。一押しそばの新名物、太そば。ここまで太いそばは初めてですが、どうなんでしょうか。温かいつゆのそばにはコロッケと紅生姜天を追加しています。わしわし、思った以上にわしわしだよこれ。コシの強い極太のそばはすごい弾力。喉越しというよりは噛み応えですよね。そばのいい香りがします。なんと持ち上げた。僕足りないから思い切って重く人参だけ。旬でるコロッケが最高じゃない。コロッケは具材の細かい滑らかなタイプ。衣に濃い醤油のつゆが染みて最高です。間違いないコロッケ。これに合う。もう何回スケジュール見てかないよ。紅生姜がほろほろと崩れてきました。生姜の香りがスープに溶けてくるとまた美味しいですね。美味しい生姜天。コロッケ溶いてこれって何なんですか。一緒にいただきます。立ち食いそばは伝統的なそば店にはない悪魔的魅力が満載です。そばの小と普通の一こちらが冷やです。冷やしはさらに弾力が増して、そばをすするのも一苦労。すごいコシの強さです。冷やの方がわしわし感は倍になってる。倍。この食べ応えはそば好きにはたまりませんよね。やみつきです。こちらは季節限定旬の枝豆天ぷら。お願いしたら別皿でいただくことができました。まずはそのままいただいてみました。枝豆美味しい。パリパリの衣に枝豆がこんなにたっぷり。そしてこちらが一押しさん名物のゲソ天。ゲソ天は160円ですが、こちらはジャンボゲソ天です。この大きさ、箸でやっと持ち上げられる大きさと重量。大迫力のゲソ天は紫イカを使用しているそうです。これが名物ゲソ天。美味しい。大きい。ゲソがでかい。大きめに刻まれたゲソはブリンブリンの食感。食べ応えがあります。太そばと濃いだしにこのゲソはパンチがありますね。噛めば噛むほどゲソの旨味がじゅわっと出てくる。これ美味しい。ジャンボゲソ天をつけても570円。コンビニのそばより安い上に24時間営業。定休日はお盆と年始だけですから、この行列も納得。この辺りを通るとき、このゲソ天そばの誘惑に勝てる気がしません。
鉄道創設起点として蒸気機関車が生態保存されている新橋駅前 SL 広場はテレビの街頭インタビューでも有名ですよね。この日も街頭インタビューが行われていました。そんな新橋の駅前ビル、こちらのビルの地下に立ち食いそばの名店があります。新橋駅前ビルは老舗の名店が多く、長い行列を作る有名店がたくさんあります。次のお店は創業30年にもなる立ち食いそばの名店で、新橋名物とも言われるある天ぷらが人気のお店です。一番人気はやはり群馬県出身のオーナー考案の看板メニュー、群馬県の奥利根産舞茸を使った天ぷら。丼からはみ出す大迫力の舞茸天。まず舞茸の天ぷらだけでいただいてみます。この舞茸の香りには驚きました。鼻に抜ける芳醇な香りがたまりません。出汁の効いた優しい甘めのつゆも舞茸の香りがします。細めでコシも感じられるそばは喉越しもよく最高です。こちらはそばを大盛りにしています。大盛りは通常盛りの 1.5 倍だそうです。こちらはかけそばにトッピングで単品のコロッケを追加しています。ひき肉がたっぷり入ったコロッケ、中はトロトロでつゆに浸かってホロホロと崩れてきました。結構舞茸が入ってる。もう舞茸の香りもすごい。舞茸天の天かすなのか、結構舞茸が混ざっていて、たぬきそばでも十分舞茸の香りを堪能できます。これはお得感ありますね。営業時間は夜8時までですが、舞茸天は人気で、だいたい1時過ぎには売り切れてしまうそう。もし舞茸の天ぷらがなくても、たぬきそばでも十分舞茸の香りを楽しむことができます。次は飯田橋駅前のオフィスビルが立ち並ぶ巨大な飯田橋交差点にあるロードサイドの名店です。これはうまい、関東風肉そばなどのキャッチフレーズでおなじみの有名店で、昭和45年創業、現在2代目。メニューは肉そば、天ぷらそば、きつねとたぬきと非常にシンプル。サイドメニューとしておにぎりとお稲荷さんがあります。注文は口頭で前払い制です。天ぷらそばは丼いっぱいにドーンと大きなかき揚げ、上に長ネギが乗っています。だしをすごい吸ってる。これはまた独特の食感。つゆを吸ってふわふわの衣は小麦の香りと甘みも感じます。具は人参、玉ねぎ、長ネギ、食べ応えあって美味しいですね。そばは柔らかめでしなやか、甘辛いつゆとよく合います。4ヶ月も熟成させるというこだわりの返しは、濃い色の割にまろやか。酢飯の酢は控えめ、だしの染みた油揚げが美味しいですね。ほんのり奥がもうこのお肉の味が全部染み出てるね。
なんと 200g。 大迫力の厚肉は箸で持ち上げただけで崩れてしまうほど柔らかく丁寧に煮込まれています。ああ、柔らかい。もう噛まなくてトロトロ。うわー、うまっ。うわー、想像を超えてくるうまさ。うん、トロ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 なのによくこの形状を保ってるねって感じ。甘辛い味が染いていてとろっととろける豚バラの脂がたまりません。これはやみつきになりますね。店舗は飯田橋の他に文京区に2店、江戸川橋店と春日店があるようで、どの支店も大変人気が高いお店です。こちらは浮世絵などでおなじみの日本橋。江戸時代に建てられたこの橋は何度も建て替えられていて、現在は国の重要文化財になっています。そんな日本橋のすぐ近くに江戸時代から続く鰹節問屋直営の名店があります。2階3階が鰹節工場で、皇室御用達の一級品も取り扱う卸問屋で、現在13代目だそうです。出汁の美味しさを知ってほしいと始めたそば店が大人気。 NHK のブラタモリでタモリさんが日本一と絶賛したお店としても有名ですよね。立ち食いそば店では数少ない食べログ100名店でもあります。店内は比較的広く12席ほどあります。ランチのピーク時以外は椅子に座って食べることができます。ただいま閉店間際の午後7時30分なので、ほとんどのメニューが売り切れ。それでもほぼ満席で、お客さんはまだ続々と来店します。食券を買ったらお店奥のカウンターに出して、番号が呼ばれたら取りに行くシステムです。番号が呼ばれました。カウンターには紅生姜とわさび、カレー用に福神漬けが用意されていました。すいません。かき揚げはつゆを吸ってほろほろと崩れる柔らかさ。具は玉ねぎ、長ネギ、それに桜エビが入っています。無課長であっさりとしていて濃厚なカツオの旨味、高級カツオ節、ソーダ節、サバ節の出汁に甘めの返し。こちらのつゆはなんとつゆ多め、おかわり無料だそうです。そばは自家製で生麺から茹でたて。そば粉の主張は控えめです。そばよしさんの看板メニューはそばだけではありません。ご飯にこちらの粉がつおがついていて、こちらはなんとかけ放題。3階の鰹節工場で削った削りたて、それを卵かけご飯にかけられるなんて贅沢ですよね。ほとんどのお客さんがご飯を注文しています。鰹節工場の出来たて TKG おかかご飯、 TKG OKK。 まずいた。たっぷり。しらす丼セットはしらす丼とかけそばか冷やか選べます。たっぷりだね。こちらはセットのしらすおろし丼。丼にたっぷりのしらすでご飯が見えません。しらすの下には大根おろしと刻みのり、その下にご飯がありました。問屋なので開店の限定メニューが美味しいと聞きましたが、こちらのしらすもふっくらと上品な旨味が最高です。
東京の下町エリア美濃は、この辺りは昭和の懐かしい雰囲気が感じられる場所でもあります。そんな美濃駅のすぐお隣に信州そばが食べられる立ち食いそばの名店があります。さんが来るんだったら、まずは券売機で食券を買います。ご飯物は終了しましたという張り紙を見てがっかり。こちらのお店は土手煮丼も評判で食べたかったのですが、いつもお店が空いている時間に行くようにしているので、今午後4時、ご飯物は全てお昼には売り切れてしまうそうです。ああ、ご飯なくて土手はある感じですか。冷たいそばやうどんは1年を通してあるようで、店内はカウンターのみ 7,8 席、半分は椅子に座るスペースもあります。峠のそばさんではなんと揚げたての天ぷらを提供しています。立ち食いそば店で揚げたてがいただけるなんて思いませんよね。普段かき揚げと春菊店だけは揚げ置きですが、この時間帯は揚げたてがいただけるそうです。大将の無駄のないテキパキとした調理風景を見ているうちに、そばはあっという間に出来上がります。ありがとうございます。香りがいい。美しいんですよね。とても立ち食いそば、それもワンオペとはとても思えません。鰹節、サバ節、ソーダ節など濃厚な出汁の旨味に醤油と透明感のある澄んだつゆ、ゲソ天の出汁も効いています。長野から直送される信州そば、こちらでは生麺から茹でたてをいただくことができます。今まさに揚げたてのゲソ天は、ゲソがこんなにたっぷり入って210円という安さ。長めにカットされていて、噛むごとにゲソの旨味が溢れ出します。揚げたてはやはり格別の美味しさ、絶品です。ゲソもうまいの。ゲソがうまい。温泉卵があるところも嬉しいです。これを土手煮丼に落としたら最高ですよね。煮込むのに2日と半日かけて作られている土手煮、次回ぜひ食べてみたいと思います。ありがとうございます。カリカリだ。切った。うわー、切ったところからジュー。コロッケも揚げたて、衣はカリッと、中はホクホクトロトロです。うわ、うまー。揚げたてだよ。外はカリカリ、カリカリで中はトロトロ。ああ、いいね。カリトロ。卓上には一味と七味も用意されていましたが、今回は一味を少しいただきました。コロッケをつゆに溶かして食べると美味しいですよね。これがたまりません。これは伝統的なそば店では味わえない贅沢ではないでしょうか。うまい。ありがとうございます。大丈夫です。あ、綺麗だね。あまりに美味しいのでもう一杯いただきました。とろろの上にはうずらの卵、ネギ、刻み海苔が乗っています。もう締めてあるのがコシがすごい。最高にうまい。この日は30度を超える暑さだったので冷やしをいただきましたが、これまた美しいお蕎麦ですね。コシの強い冷やしも最高です。最後まで美味しかった。
まず美味しさの秘訣は何でこんなに美味しいのかなっていう。どうなんでしょうね。なんかすごいものを集めて作ってるっていうわけじゃないです。頑張って秘伝と返しを作ってるとか、そういうわけじゃないなくて、ただいつしても同じ状態で出せるように頑張って。そうですね。それが難しいですよね。そうですね。なるべく煮詰まらないようにとか、そういうのは本当にそっちの方に。シンプルにしちゃうんで、積極はやるもうワンオペでもうそれでやっぱり出すっていうのをやりたくなる。わかります。僕も今食券買う時にも大将が見てらっしゃるの分かったんで、何を押すか見てらっしゃるんだろうなと思って、私が券売機で何を注文するのかを大将が遠目に見ているのが分かりました。茹でたて揚げたてでクオリティは落とさず提供速度を上げるため接客が十分にできないと気にかけていらっしゃいました。こわもてと言われてしまう大将の笑顔が見たい方は16時頃がおすすめです。ありますね。電車でね。そうですね。やっぱりますね。そうなってですね。最後に峠の蕎麦屋さんに行く途中に見かけた老舗が大好きな KT イーツが寄らないわけにはいかない、どうしても気になるお店に行きますが、ここからは懐かしい昭和にタイムスリップします。昭和21年創業、戦後間もなくから代々受け継ぐ昔ながらの製法を守り続けるこんにゃく屋さんです。メインは卸売ですが、一般小売もしてくれます。映画のセットのようなこんにゃくの製造工場に興奮して取りまくっていますが、お目当ては夏季限定で販売される冷夏。そうなんですよ。持ち帰りって感じなんですね。持ち帰りですね。はい。じゃあ無理だね。もう手作り感満載。かわいい。ねかわいい。嬉しい。このね雪柄がさ、この斜めに刺ってるところがいいね。斜めほら、だからこう穴の中に。昔ながらの無添加職人による一本一本手作りの懐かしいアイスキャンディーです。小豆の他にはミルク、いちご、オレンジ、パイン、メロンの6種類、小豆がたっぷり、1本なんと70円、しかも5本買うと300円、さらに10本だと550円になるという、これは卸売価格ではないでしょうか。目が細かい。なんだこれ。コンビニやスーパーでは買えない。これはうまい。口どけがいい。程よい甘さでさ、そう甘さ控えめ。小豆が濃いの。全然ベタベタしない。ね、全くしない。全くサラサラ。ほんとサラサラだね。うまっ。そうなんですね。水気切っちゃって、あとはこちらお好みでお客様にかけていただける。これがこうなります。絶対これも美味しいよ。アイスキャンディーが美味しかったので、こちらも美味しいと確信しました。こんにゃく屋さんのあんみつ、たっぷり 195g、 2,3 人前入って自家製黒蜜、あんこ付きでなんと160円。寒天から黒蜜まで全て手作り、こちらも無添加です。美味しい。美味しい。なんだこれ。つるんと滑らかな寒天にコクのある黒糖の蜜が絶品、柔らかめのあんも上品な甘さで最高です。いつか KT イーツで甘味どころ5選をやる時が来たら間違いなく食い込む一品です。はいはいはい。うちの自主作
月ですから。あ、そうなんですか。そうなんです。はい。青のり入ってて、はい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 。それからお召し上がりになる時にお水を捨てて、はいはいそれこに酢味噌がついてます。刺身こんにゃくも国産青のりたっぷりつるんとした食感、からしが効いた手作り酢味噌も最高でした。白滝や味噌田楽も買えばよかったと後悔しています。安いよね。ちょっともう秋になったらちょっと値上がりになっちゃうんで。あ、やっぱり。そうなんですか。あ、じゃあもう今のうち、秋っていうと何月からですか。8月？ 10月とか11月とかちょっと。 11月、10月か11月。そうです。秋口いっぱい。よろしくお伝えください。突然来てなんか。すいません、ありがとうございました。はい。それでは皆さん、今回の東京の立ち食いそば5選はいかがだったでしょうか。どのお店も強烈に引きつけられる名店ばかり5店紹介しました。皆さんのごひいきのお店はあったでしょうか。美味しそうだなと思ったらぜひグッドボタンを、アイスキャンディー懐かしいねという同年代の方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。